ウェルカムレインさやかです。今浮かんだことをおしゃべりしてみたいと思います。今日はですね、三脳バランス研究所の方で記事で紹介したありがとう愛されている全部愛っていうような話と、そこからのあれこれなんですけど、っていうのは、その記事ではですね、こんなこと話してましたっていうのは、ありがとうっていう気持ちにまず気づきますと。で、ありがとうっていう気持ちに気づくと、自然と、愛されてるんだなーってことにも気づくよねって。で、愛されてるなーってことに気づくと、その愛されてるなーっていう感覚を味わっていると、全部愛っていうところも自然と浮かび上がってくる、湧き上がってくるっていうんですかね。だったりするよねみたいなお話をしていたんです。で、こういうふうに書くと、ありがとう愛されている全部愛っていうふうにステップのように見えますよね。で、今の全部愛っていうのはいわゆるワンネスって話なんですけど、いきなりワンネスって言われてもわかんないよっていう話だったりするよね。それは左脳右脳でも話せるんですけど、めちゃくちゃ左脳過剰によってて、その二元性っていうのがベースなわけですよね。その左脳からしたら。それが普通っていうか、それが左脳さんにとっては当たり前で普通なことなわけです。だけどそれが左脳から右脳に触れていくと、右脳意識っていうのは、そのワンネスっていう意識、体ですよね。体もそうですけど、一つっていうその分離感のなさっていうのが当たり前なので、そっちから見たら、いやいや、二つじゃなくて一つでしょっていうところが当たり前なわけなんですけど、でもわかんないんですよね。例えばこの左脳に傾いていると、いきなり一つだよ、全部が愛だよ、みたいなことを言われてもわかんないですね。例えば感覚的に、やはり一別とか悟り体験とかワンネス体験って言われているようなものっていうのは、あれは左脳じゃなくて感覚的な体験で、それを理解っていうよりかは感覚で入ってくるっていう、そういう直接的な理解なんですよね。だからそれは多分完全に右脳体験というかな、右脳意識で起きてることなんですけど、そっからするとパッと入ってくるから、こうなんだよ、そうなんだよって、理屈とか言葉とか、そういう言葉を使った理解を超えて、そうなんですってことが明らかになっちゃってるような知覚、感覚、体験みたいなので、そこを味わっちゃうと、別にプロセスなんていらなくて、一気に、はい、全部愛、一つワンネスっていうところが、パンと入ってくるわけですよね。でもそれが起きない場合、今みたいに左脳的に一個一個踏んでいくと気づくこと、味わえることっていうのもあるんですよね。なんだけど、非二元ノンデュアリティのトークっていうのはね、が一般的に何を言ってんのかよくわからないっていうのは、ここをすっ飛ばしちゃっているってことなんですね。すっ飛ばした、極端な表現っていうかな。でも極端な表現にこっちからだと聞こえちゃうんですよね。だけど、右脳さんからすれば、そりゃそうです、当然です、当たり前ですって感じなんだけど、その反対側からの左脳の視点からするとぶっ飛んじゃってるように見えちゃうってことなんですよね。私のこの動画でも、いや、それってさやかさんが言ってることって、非二元とかノンデュアリティではないんじゃないかっていうようなご指摘をいただいたりすることがあるんですけど、これなんですよね。いきなり3の話してもわかんないよっていう。この1、2、3の時にこの1の話をしてみたり、で2の話をしてみたり、3の話をしてみたりしてるんですよ。だから3の話だけをしているのが、どっちかっていうと非二元ノンデュアリティのスピーカーさんのトークの王道的な内容。全部愛だし、ワンネスだし、ストーリーだし、それをひたすら話すっていうアプローチもあるんだよねっていう、そういう風に言っちゃうとすごく味気ないんですけど、でも多分その話している人も、それが今起きていることというか、それ以外のことが浮かばなくて、
話してると思うんですよね。自然とそれを話している。これみんながやってることだと思うんですけど、浮かんだことを話してるってことですね。で、多分、この純粋な非二元ノンデュアリティのトークってここなんだけど、もうちょっとこっちに寄ってくると、多分ここら辺の領域って自己啓発とかスピリチュアルとか、メンタルとか心理とかっていう風なこともちょっと入ってくるんですよね。でもそれが全く関係ないことでもなくって、左脳的な理解のプロセスにおいてはってことですね。その左脳的な理解のプロセスなくしに、その感覚的にパーンと入ってきて、パーンと分かっちゃうみたいな、その長島さん野球の長島さんみたいな説明ですよね。こう来たらこう来てこうやればいいんだよっていう、その感覚的な表現、感覚的な体験からするとこういうステップはもういらないんですよね。はい、そういうことですっていう感じでストーンと入ってくるから、別にこのステップはいらないんだけど、例えば左脳的に言葉を使って説明しようとすると、こういう風なやり方で説明した方が言葉の理解としては分かりやすいし、あとこの工程で、左脳的な言葉を使って説明してるわけなんだけど、じゃあありがとうを感じてみようとか、気づいてみよう。どんな感じだろうって。で、ありがとうって感覚に気づいて味わってると、なんか愛されてるなっていう感じ、わかるなってなってくるんですよね。で、そうすると1から2に進んでいるわけですよね。感覚的に理解が。で、この愛されてるなっていう感覚を味わってると、なんか全部が愛ってわかるわってなってきたりもするんです。っていう、このステップを、やっているっていうか、そこまで狙ってやってるわけじゃないんですけど、自然とそういうことになっちゃってるんですよね。だからその時々浮かんだことを話している。だから今日はこれかもしれないし、これかもしれないし、これかもしれないんだけど。っていう、なんだろうな、バリエーションというか、アプローチというか、ってことをやってたりするので、純粋なこれだけの話をしているコンテンツではないですよね。ずーっとこの話をしている感じの人ではないなっていう風な自覚があるし、去年じゃなくて一昨年ぐらいはこういう話をずっとしているような人だったと思うんですよね。ドハマりしていた頃ですね。だから今はその話っていうよりかはもうちょっとなんかその違う話になってるっていうか、表現の仕方が、今知っているような話の方が個人的にしっくりくる。ですよね。個人的にとか言っちゃうとね、突っ込まれちゃいますけどね。突っ込まれちゃいそうなんですけど、そういうのはよくって。ってことで、今回ね、このありがとう愛されてる全部愛っていうこのステップと、その非二元ノンデュアリティについての、説明っていうかな、理解っていうか、3ばっか話しててもわかんないけど、1、2を入れてると、なんとなくここにこう寄ってくるってことも起きてくるんですよね。っていうようなことを、やってるのかなっていう、無意識ですかね。その時々にね、話したいことをただ話してるだけなんですが。っていうような感じで、なんかそういう話ですね。うまいことをね、まとめられたらいいなと思うんですが。はい、そんな具合で本日もおしゃべりさせていただきありがとうございました。ウェルカムレインさやかでした。